こちら東京のウォーターフロントビーズクラブ。全国のドリフターたちのバイブルを制作するドリフト天国編集部では、編集長自ら有名人のブログをチェックし、情報の収集に励む。なんかやっぱり最近サイドブレーキの延長とか流行ってんのな。溶接だよ。溶接ができると元のレバーをこう角度変えたりもできるんだな。こういうのはさ、溶接とかができない人のボルトオンの後付けレバーなんだよな。この頭いいよな。俺ならもっとスマートに作れます。というわけで今回は自作サイドブレーキに挑戦。そんなわけでですね、サイドブレーキの延長して引きやすくするとか力を入れやすくするっていうのはもうここのところすごく流行ってきています。力の弱い女の子だけでなくですね、やっぱ最近は追走とかが多いんですよ。追走っていうとやっぱり命綱はサイドブレーキなんですね。サイドブレーキで相手に合わせるっていうところで、よりハンドルから近くとか力を入れやすく軽い力でも効くというように純正のレバーよりも引きやすくする加工がすごく流行っています。そこで今回やりたいのは、仮にですね、こういう鉄の棒があるじゃないですか。これをサイドブレーキの棒にこういうふうに、例えばですよ、こういうふうに延長する。そうするとここで引けるわけじゃないですか。遠いとこから引くと軽い力でも効く。でもこれでただ伸ばしただけだとちょっと使いにくいし、このオーディオにぶち当たってしまうので、少しこう曲げて、ハンドルからなるべく手をすぐ瞬時に離して、多分この辺ですね、こうシューシューシューみたいな、こういう感じのサイドブレーキの加工に挑戦するわけですよ。きっちりと溶接して、ここ命ですよ。きっちりと溶接して、使いやすいサイドブレーキを作ると。ドナーに選ばれたのはドリテン編集部員相沢の S13。 この純正サイドブレーキがどう変わるのか。肝心要の溶接機材は年頃のおばちゃんでもスイスイと使える半自動溶接機。グリップにあるレバーを握れば勝手に溶接棒が出てくる優れもの。溶接パターンも調節可能で最大 6mm の鉄板まで対応。あとはパイプを切断するためのグラインダーと溶接するものを固定するための工具、溶接部分の後処理をするものを用意。で溶接なんですが、溶接は難しいな、僕には無理だと思ってる人がたくさんいると思います。しかしですね、その半分は溶接機の性能にかかっております。これあれなんですよ、アストロプロダクツさんの 100V で使える、一番いいやつ。大抵の工場にあるような溶接機は 200V でしか使えないとか言って、だからプロの作業だなって思われていることが多いんですが、最近はこの家庭用の 100V で使える溶接機が普及してまいりました。お値段もお手頃です。簡単に言えばですね、すげえでかい電圧を持ったバッテリーをプラスとマイナスにつなげる。でそのバチバチっとしたのを利用して鉄が、溶けてくっつくというのが溶接ですね。だからこっちがマイナスなんですよ。でこっちがプラスなんですよ。プラス側に溶接棒が入ってる。プラスの電気が飛ぶのと同時に溶接棒がそこに送り込まれて溶けながら溶接棒がノロノロっと入り込んで強固な合体を生み出すという川崎の説明を聞くより、とりあえず実演してもらおう。鉄板が動かないように固定し、電気を通電させるために溶接部分の塗料や油分をしっかり落とす。おーっとこれだけですよ。こういう仕組みでこうついていくんですが、全く溶接のところが眩しくて見えません。なのでこれが溶接のお面です。こうやって見たら真っ暗なんですけど、こう飛ばす場所が見えます。溶接したい部分をなんとなくなぞって派手にバチバチやってみるものの、棒をどのぐらいのスピードで動かしたらいいのかとかね、まず分かんないよね。何にもできてませんやべえ、こんなんでサイドブレーキなんかつかねえやべえ。溶接後はワイヤーブラシとハンマーで余分なゴミを落とす。そうだね、なんかゴミみたいなもんなんですよ。ああついてねえね溶接はこういう風にハンダ付けみたいにしちゃいけないんですよ。
この元のこれをよく溶かしてくっつけなくちゃいけないんですよね。だけどこう見たら分かるようにとても溶けてないんですよね。もう一度同じ方法でやってみるが、ちゃんと裏側まで熱が入っておらず全然ダメ。そして試しに面同士ではなく2枚を少し重ねてやってみるが、はい、これがサイドブレーキのレバーだと思ってください。指2本で取れました。この鉄板が人間の力で取れないぐらいくっついたことが分かってからこそあっちができるわけじゃないですか。こっちでくっつかないことが分かっているのに、収録を急ぐあまりまあくっついたという体で終わらしちゃってダメなわけですよ。だからこの溶接機を使ってこの鉄板を完全につけるっていうことに集中した方がいいと思います。ということで今度は溶接機の出力をアップしてじっくりやってみると、結構がっちりくっついてる。今度はもうね、ちょっと満足するとね綺麗にしたくなるよね。がぜんね汚いにしてはなんかビードを流そうというこのねこういう風にしたっていう何か努力の跡は見えるね。さざ波のようにこう鱗のようにするっていうのは溶接の綺麗な判断なんだけど、このほらボテボテには違いないけど鱗のように動かしたっていうのが見て取れますよね。見て取れるし、現実ほら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 曲げてもここは取れない。すげえくっついたよ。ほらこんなに早く成功するとは。やるじゃないですか川崎。というよりもですよ、ここ忘れちゃいけません。アストロプロダクツの機械がいいんですよ。でもね焦っちゃいけないね。じっくりやればいいと思う。2回だけじゃないですか失敗したのは。本当だ。あちゃー溶接した後はすごく熱いですので、皆さん気をつけてください。そうっすよね。さあ練習も終わって機嫌がだいぶ良くなったところでですね、本番に参りたいと思います。これがサイドブレーキのレバーです。サイドブレーキのレバーはですねワイヤーと一体になっているから、これだけ取り出すのはちょっと大変なんですが、我々独自の工夫でですねワイヤーを止めているカシメを外してボルトナット式にしてしまいました。なのでレバーだけが外れました。我々いろんなバーを探していたらですね、これチャリンコのハンドルです。これがこの曲がりが美しいですね。ほらなんかこういう風に溶接したらこういう風に引けて、なんつうか D1 号みたいにさこう引くんじゃなくてさこういう引く感じになるんじゃないかと思って見つけたのがチャリンコのハンドルです。この適当に選んだチャリのハンドルが企画の趣旨を覆す奇跡を生む。さっきこういろいろいじってたらこうやってかぶせたらぴったしガタもありません。なんというクリアランスでしょう。なので溶接はせずにここで折ってもう切ったらこういうバーができるわけじゃんか。溶接する必要なんかないじゃんかと思うけど、やっぱり前にスポンって抜けちゃうのも危ないので、ここでこういうふうに溶接すればいいかなと。待ってください。そうしたらこれどうするんですか。これが難しいですね。やっぱりこんなにぴったしなのにこう溶接しなくちゃいけないのか。この予期せぬミラクルでブキッチョ川崎が匠へと変身する。まず持ちやすい長さに持ち手の部分をカットし、自転車のグリップをそのまま装着。はい、立派すぎる。もう終わった。しかし匠はこの程度では満足しない。実際に運転席に座り最適なポジションを確認し、その長さにカット。さらに
持ち手の下あたりのパイプに何やら大きな穴を開け始めた匠。この穴がどのような効果をもたらすのか。そして今度はサイドブレーキのノブの下側にもドリルで穴を開ける。パイプをかぶせた後、この穴にボルトを差し込むと完璧だよこれ完璧すぎるよ。純正の具をこんな形で生かしてしまうとはさすが匠。まあご覧の通りですね、すがすがしい顔をしているのは、ここまであまりにも見事にいったからです。これが、まあ引っこ抜けることはないと思うんですけど、こう回転しちゃったりすることはあるので、ここを先ほど学んだ溶接技術で、ピタッと一体化させようと思うわけです。あとは匠の溶接でさらっと完成。やっぱいつもの川崎だ。パイプは塗装を落としてから溶接。肉眼では眩しくて何にも見えないが、マスクをすれば溶接棒がちゃんと見えるので作業している部分がよくわかるぞ。最後はワイヤーブラシでゴミを落として、ダンゴムシのような余分なブツブツを削って自作サイドブレーキの完成。まるで純正のような自然な佇まいの湾曲したレバー。パイプもグリップもモノトーンで統一され、太さもまるで後付け感がない。半自動のおかげで溶接も一発で成功。ノブに埋め込まれたゴールドアルマイトのアクセントが存在感を放つ。バーンバーンキーバーンというように、完成しました。めっさ使いやすいです。しかも抽出するときはちゃんとこのレバーが使えるわけですよね。この便利さ、5色に入れても別に干渉しない、バッグに入れても干渉しない。溶接だってね、もう無理かなと思ったんですけど、ほら回らないもん。このコーナーはですね、数々の失敗を皆さんに共感してもらおうというコーナーなんですけど、偶然ながら今回の DIY は120点ということになりました。皆さんもですね、ぜひぜひ、そんな改造は、僕には難しいよとか思わないでですね、いろんなとこ見つけていろんな技術を使ってやってみてください。いいわ。自分の作品酔いしれてます。酔いしれる。今回は本当に酔いしれる。だって見た目もいいでしょ。このね、この多分カバーもついて、黒い棒から黒い持ち手がついてるわけだよ。なんかね、もう悪いけどニスモって感じ。